皆さんこんにちは、しおねるです。今回は福井県を走るローカル線越美北線に乗って1泊2日歴史とグルメを満喫する旅に出かけます。越美北線九頭竜線はですね IC が使えないので、まずは切符を購入しました。ではここ福井駅から出発します。ハピライン福井と同じ改札を通って2番線に向かいます。東京からの1番列車に乗って福井まで来たんですけど、乗り換え時間が8分でちょっと急いでます。というのもですね、越美北線始発の9時21分を逃すと次はなんと12時48分。行きたいところが多いので絶対に乗りたいです。越美北線のホームはハピライン福井1、3番ホームの間の奥、隠れホーム的に存在しています。さあ出発です。分岐がいくつもあるこの景色、最高ですね。越美北線は越前花南道駅から九頭竜湖駅を結ぶ JR 西日本の路線ですが、福井駅まで乗り入れています。今回旅する越美北線と逆と言いますか、越美南線南もあります。南は岐阜県美濃太田駅から北濃駅までを結ぶ長良川鉄道越美南線です。岐阜県美濃の国と福井県越前の国を結ぶということで越美という名前になっていて、国鉄越美線として2つの路線はつながる予定でしたが、結局実現せずに北濃駅から九頭竜湖駅の間は未成線となっています。ハピライン福井と分岐していよいよ越美北線に入りました。ちなみに越美北線には AR ナビっていう無料のアプリもあって、駅のスタンプを集めたりおすすめの観光スポットを教えてくれたりするので、これを活用するのもおすすめです。両側には田んぼ、ローカル線らしいのどかな景色が広がってきました。ここで最初の降車です。こちらの清涼感のある車両は尺谷ブルーのラッピング車両。雨に濡れた尺谷石をイメージした薄い青緑色ということです。尺谷石というのは福井市の足羽山周辺で採掘される石材のことなんですが、濡れると青色になるそうです。あと今後は発掘されることがないとも言われている貴重な石だそうで、車両からこの地域の特色を知れるのも楽しいなと思います。列車を見送ると結構乗客が多いなと思うのですが、やっぱり始発列車ということで年齢問わずたくさんの方が乗車していました。ということで越前東郷駅に到着しました。福井駅からは4つ目の駅です。周りはですね結構自然に囲まれてるんですけど、お家も多いので人の暮らしの気配も感じながら、小鳥のさえずりも聞きながら、すごい空気がいいですね。お帰りなさい、おつくねの町東郷、いいですね。こういうのおつくねと言いながらおにぎり、私たちが言うおにぎりのことをこの福井市の東郷地区ではおつくねというそうです。お肉の方を思い浮かべちゃいますが、じゃん、待合室。やっぱりこの座布団がいいんですよ。東郷散歩地図なんていうものもあったりします。地域のコミュニティバスも走っているみたいで、相性がついてると親しみやすくていいですよね。せせらぎ号、牧山号、結構広い範囲を回れそうですね。皆さんの地域の足にしっかりなっているんだと思います。そしてこの九頭竜線ですが、見てください。見ての通りですね、本数がすっごく少ないです。今は10時なので、福井方面に行くなら次は12時19分、九頭竜湖方面に行くなら次13時3分までない。私は次こっちに進もうと思っているので、ちょっとのんびりねこの街を散策しようかなと思います。すごいデジタルで列車に遅れが発生した場合のこの運行情報をお知らせしてくれるものがあります。こちらが越前東郷駅。なんか新しくなってますね、この部分。待合室にもたくさんあったけど、これ何なんだろう。鯉とかなんかこの町の特産品的な感じなのかな。駐輪場があります。皆さん
ここまで自転車で来て列車に乗るんだと思うんですが、東京とかだともう駐輪場はめちゃくちゃお金が高いじゃないですか。24時間利用できて、しかも無料。すごいいいなって思ったのが、お手洗いがあるんですけど、こちらなんかおばあちゃん家に来たらある昔ながらの鏡みたいな、めちゃくちゃ素敵。今日も笑顔で感謝。優しい。こんなタオルとかまで用意してくれてるんですよ。駅前がもうちょっと庭園みたいな感じで、ミニ庭園にレトロな雰囲気の駅舎、その奥には民家と山、この地域を感じられる。綺麗ですね。今駅前からちょっと歩いてきたんですけど、なんかここまでは結構よく見る普通の街並みっていう感じで、いきなりですね、すごい風情のある道に出てきました。もうここは駅から徒歩1分下かなぐらいです。この用水路は、こちらは道電川ですね。町の中心を流れているそうです。突然ふわっと神社も出てきたり、歩いてるだけでいろんな発見がありそうですね。びっくりした。鯉がいました。だから駅に鯉のなんていうんですかね、タペストリーみたいなのあったんですね。この道がかつての大野街道、美濃街道と呼ばれていた道だそうです。木造のね、かなり趣のあるお家もあるんですけど、これは青山家といって旧商家のお家だそうです。なんか復元したものみたいですよ。歴史も感じながら歩けるのはいいですね。なんかカフェがある。お寺のカフェ？調べたら金土日しかちょっと営業してなかったので入れなかったんですけど、お寺の一部をリノベーションしたカフェなんかもありました。ちょっと一瞬心臓が止まったんですけど、時への架け橋になんかカッパがいる。何これ、柿持ってる。おめかししてる。かわいい。おめかしカッパ。現在は11時です。本日はこちらの毘沙門寿司さんで早めのお昼にします。昔ながらの温かさがそのまま残るほっと落ち着く店内です。ランチは1000円でご飯食べ放題のセット。メニューがたくさんあったので迷ったのですが、私はランチ2のおまかせセットを注文しました。いただきます。ホクホクだ。そして季節限定の名物肉厚バッテラも注文しました。もうサバが分厚くて噛み応えがあってもう最高でした。ちょっと食べきれないので包んでいただきました。今日の夜ご飯にします。なんと食後にコーヒーもついてきます。では散策を再開します。福井方面に行く列車が来たのでちょっと見に行ったのですが、こちらがオーソドックスなカラーリングですね。車両はローカル専用の小型機動車キハ120型です。町の酒屋さんで自動販売機でお酒が売ってあります。初めて見た。すごい。対面販売用のインターホンもあるし、年齢確認が自販機でできるんだ。ここに免許証入れるってことか。すごっ。お土産を探していたのですが、今回は安本酒造さんに来ました。かっ
こいい建物があるなと思ったら、明治中期から昭和初期に建築されていて、国の登録有形文化財に指定されているそうです。吸い寄せられるように店内に入ります。お店に入ると目の前には安本酒造さんのブランド白岳泉がずらりと並びます。お土産にぴったりなミニサイズもあります。真紅というのが純米酒です。ちょっと辛くて出たてになっております。名前は真紅色という色から辛いのをイメージして赤みをつけています。でこちらが純米吟醸酒。白練り色という白い透明がかった色の名前を使わさせていただいておりまして、お酒自体も透明感のあるクリアな感じのお酒になっております。越前ガニの解禁に合わせて販売開始する新しい荒走りという生タイプの日本酒や、その他にも色でイメージしたたくさんの種類があるのですが、おかみさんが丁寧に説明してくださって家族のお土産に購入できました。福井の酒蔵がほとんど全部載っているスタンプラリーの冊子もいただきました。来年2月までの開催だそうなんですが、その酒蔵でお買い物をするとラベルも貼っていただけるので、すごくいい記念だと思いますし、お酒好きな方はぜひ。すっごく素敵なお店でした。いろいろ丁寧にご説明いただいたり、ラベルで全然印象が違って、味もね全然違うみたいで、今回私は2種類ちょっと飲み比べます。めっちゃ楽しみ。では再び越美北線に乗ってお隣の駅にやってきました。自然に囲まれて、このオレンジの車体がかなり映えてます。一条谷駅に到着しました。すごいですよ。ここには一条谷朝倉市遺跡博物館、遺跡があるんですけど、もうこれはあれですね、朝倉市の家紋。駅からこの待合室もこんな感じで、朝倉市の領地というのでしょうか、そういう感じになっていて、かなり雰囲気が出ています。今日もすでに3回ぐらい遭遇してるんですけど、皆さん福井から乗られる時に IC でね来られていて、でも越美北線はIC カードとか使えなくて現金なので、皆さんそこはご注意ください。駅からもう見えてますね、あれが博物館。2022年にできたばっかりなので、やっぱりかなり新しい、綺麗です。わー、すごいガラス張りで、下はカフェとかになってるのかな。一条谷朝倉市遺跡博物館です。入ってみよう。ここでは戦国大名朝倉氏が治めたこの地域の暮らしや文化を丸ごと体感できます。出土品の展示があったり、体験コーナーで歴史に触れたり、私は土器作りに夢中になりました。こちらは原寸で再現された朝倉当主の館の一部です。実際の遺跡では当時自然の明るさであったはずということで、ここでも照明はなく当時の雰囲気をそのまま感じることができます。1着500円で戦国衣装の着付け体験ができるので、私も体験してみます。今自分で着付け中です。マジックテープとかなので結構簡単に一人でできます。着物結構重たいです。こんな重たいものを着ながら暮らしてると思うともう肩こりそうだし。こんな感じでお姫様気分を存分に味わえます。記念写真もいっぱい撮れるし、
そして一番の目玉なんですが、博物館建設の事前発掘調査で見つかってそのままの姿で本物の石敷遺構を間近で見学することができます。もうこれは絶対にチェックしてください。帰りは博物館のキャラクターシシカゲに会いました。めっちゃ首ブヨンブヨン。かわいい、こんにちは。あ、ここが、かわいい、歌ってくれてる。ちょっとあっという間で、もっと本当は時間を取りたかったんですけど、閉館時間ということで、ただ見るだけじゃなくて体験もすごいいっぱいあって、より身近にこう遺跡を感じられましたし、なんかこの歴史をもっともっと知りたいってなりました。ちょっとね、列車が来るまで時間がないので、すごい短文ですけど書きました。いい思い出。では本日の宿がある越前大野まで向かいます。ここからは逸見北線名物といいますか、7つの橋梁で何度も阿諏訪川を渡ります。平成16年の7月に発生した福井豪雨では、この7つの鉄道橋のうち5つが流出してしまって、もう廃線の危機にも陥ってしまったんですが、たくさんの人の支援によって全線復旧することができて、今もこうして走っています。ということで越前大野駅に到着しました。ここは大きめの駅で多くの学生さんも降りていきました。おはようございます。今日はまず天空の城として有名になった越前大野城のふもとに広がる城下町の散策を楽しみます。この雰囲気とかがかなり昔ながらの街並みという感じ。うわーすごい。この看板とかからもね、時代を感じられます。伊勢屋、お米とかタバコ。今ここは寺町通りを歩いています。こちらにはお寺などもあるんですけど、ここは金森長近公が京の都を模して5番の目の町づくりにしたそうなんですね。こんな感じで、もうすごい大きな立派なお寺が点在していて、ここは今東側なんですけど、ここから西に向かってまた新しい通りとかがあって、本当に地図で見ると京都みたいな感じで綺麗に5番の目状に街が作られています。排水溝のところにも絵が描いてあって、あ、これ大野城だ。これが5番の目の特徴ですね。こう本当に道に絶対迷わない、こんな感じ。街並みを楽しみながら10分強歩いて越前大野観光ビューローに来ました。観光案内所だけどお茶屋さん、カフェでもあるみたいです。登録有形文化財にもなっています。福井のローカル線では乗車記念に五条院の販売があって、私も乗車したので記念に購入しに来ました。切符がないんですけど、はい、この、はい、じゃあチケット大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。購入には切符が必要ですのでお気をつけください。五条院帳もあるのですが、ここでは残りラスト1冊だそうです。それぞれ駅ごとの特徴を表した絵柄となっていて可愛いですし、集めたくなります。ここはカフェにもなってるので、こんな感じでお蕎麦とかカツ丼美味しそう、こういうのが食べられたり、これですね、地元で採れた里芋を今ここで自家製で作った里芋コロッケということで、早速いただきます。いただきます。熱そう、今揚げたてです。ねっとりとしてる感じ。ネバネバ、美味しい。ちょっと黒いのがあるんですけど、くずりを舞茸が入ってます。くずりを舞茸も里芋も
ごい甘いので、自然の甘さがすっごい美味しいです。この里芋のちょっとネバネバした感じの中に、舞茸は食感がね少し残ってて、違った食感も楽しめます。この屋根の上のところに梁があると思うんですけど、これはこれ雪がすごい積もるから屋根に積もらないようにしているんだそうです。だからここら辺の特徴的な建築方法って聞きました。観光案内所の前にはお土産屋さんもあります。ここはもう大野城がすごい近くて、あそこに今木隠れちゃってるんですけど、ちらっと見えました。大野城がすごい近くて、大野城から帰ってきてここのお土産屋さんでいろいろ地元のものをね購入できます。ご当地 T シャツや越前大野ならではの特産品、お酒などかなり種類豊富に揃えられています。あとこちらが地元の特産品の里芋です。福井県大野市で採れたもの。ここで採れた里芋は結構食感がいいみたいです。大野の名水を使ったお味噌などもあります。越前大野はですね、名水の町とも言われていて、湧水地がたくさんあります。そんな感じでひしゃくが置いてあれば飲んでいい証拠みたいです。美味しい。めっちゃクリア。ではお腹も空いてきたので、お昼は福井といえばのお蕎麦を福そば本店さんでいただきます。お店の扉がすごい、これからお城に入るのかなみたいな。すごい。せっかくなので私は舞茸天が入ったお蕎麦にしようかな。美味しそう。私はまず蕎麦のみで食べるのが好きなので、何もつけずにいただきます。めっちゃ美味しい。蕎麦の香りがめっちゃ後からふわっときて。竹の天ぷら。そうそう。舞茸の香りとって甘め。かけて食べます。福井といえば越前おろしそばですよね。黒っぽくてやや太めのそばですが、大根おろしをかけて食べるとかなりさっぱりとして飲むように食べられます。お昼の後は近くにあるフルーツのマルゲンさんでデザートを買って食べ歩きしようかなと思います。ドリンクだとフルーツレモネードがおすすめとのことなのですが、ワンハンドグルメっていうマークがついてますよね。越前大野はワンハンドグルメも充実していて、食べ歩きも楽しいんです。お店から少し歩いて大野城の大手門や外堀があった大手門広場に来ました。まさかの恐竜博士がいるこんなところに。後ろには大野城見えますか？で、さっき買ってきたフルーツサンドを食べます。おお、いやー、大きい。みかん甘酸っぱい。美味しい。これあれだ、クリーム全然重たくないからバクバクするやつだ。生クリームだけもめっちゃ美味しいよ。大野城見えるからロケーションがバッチリ。あともう一個やりたいやつがあるんですよ、あそこに。こちらが越前大野駅。水が流れてるんですけど綺麗すぎる。しかも見てください、これなんて言うんだろう、水車でいいのかな。水車、タクシーもあるし循環バスもある。駅にもお正月や芋車などこの土地ならではのものがあります。
では越前大野から列車に乗車して終点の九頭竜湖駅を目指します。車内で発見したのですが、この座席の部分にロゴマークがあります。越美北線の E と恐竜がモチーフとなっていて、思わず写真を撮りたくなっちゃいました。平日というのもあるのか、乗客は私一人でした。こんなにのんびりとした時間は久しぶりで、ずっと乗ってたいなぁと思わせてくれる乗車時間です。エメラルドグリーンの九頭竜川を渡って九頭竜湖駅に到着です。もう恐竜が化石が埋まってますよ。そしてウェルカム九頭竜湖。恐竜でいっぱい歓迎されてる。福井県の勝山には恐竜博物館もありますが、ここでも化石が多く発掘されています。列車降りるときにお出迎えしてくれた恐竜くん、かなりリアル。怖い。駅は恐竜の世界に探検に来た感じで、もうこれはワクワクします。恐竜の卵も置いてあったり、あそこにはプテラノドンが飛んでる。この待合室全体が恐竜の世界。外から見るとログハウスみたいな駅舎です。九頭竜湖を出てすぐ右、道の駅九頭竜があります。道の駅らしくいろんなお野菜が売ってたり、福井ならではのお土産もたくさん売っています。かわいい。これ恐竜のお土産とかも置いてあります。特に越前大野でも食べた九頭竜舞茸が有名なので、ショーケースには見たこともない数の舞茸がずらーっと置いてある。私はご当地サイダーを買う習性があるので、こちらでももちろん購入しました。ありがとうございます。そして道の駅で九頭竜湖駅の御乗員も購入しました。越美北線終着駅。御乗員は越前東郷駅と一条谷駅でも購入できます。麺類って書いてある。あ、普通にお店があるんだ。あ、もう営業時間終わっちゃってるけど、お食事どころもあります。味めこんなんですよ。へえ。旅の締めに出店みたいな感じのところでやっている泉の味正市さんで、ちょっと味め土壌っていうのが気になったので、そちらをいただきます。味め土壌の唐揚げと里芋厚揚げ入りのっぺい汁です。なんかこちらはもう売り切れだったんですけど、私が残念そうにしてたら残りをねいただきました。すごいありがたいです。すごい、でもいっぱい具が入ってる。美味しい。そしてこちらがスコサイダー、さっき道の駅で買ってきました。赤ずいきの酢漬け味。ちょっとあんまり想像ができない味です。揚げたての味め土壌をいただきます。すごい身がふわふわだ。おいしい。高級魚みたいですよ。なんかその土の中にいる土壌とかとは違って、これはすごい綺麗な川にしかいないということで、ここら辺をずっと通ってる九頭竜川の支流の上流の方の川で取れるそうです。漁期が決まってるので、この今の時期しか出さない。タイミングがすごい良かったです。九頭竜湖駅には恐竜が生息しているのですが、15分に1回目覚めます。結構迫力があって戦ってる人も何人かいましたね。乾杯。欲しいって言われてるのかも。赤ずいき。あ、めっちゃスイー匂いする。え、めっちゃスイー匂いするけど、飲んだらめっちゃサイダー。なんかサイダーの方が強い。
話してる。俺会話してるよね絶対。うんだってすごい。赤酢液の酢漬け味が分かんなくて調べてみたら赤酢液っていうものがあるみたいです。それはなんか里芋の葉っぱと茎の部分だから、ここら辺やっぱさっきも食べましたけど里芋がよく取れて有名じゃないですか。それでですね。ということで今回は越美北線を全線環状して歴史とグルメを満喫してきました。またのんびりと次はどんな寄り道をしようかなと旅に出たくなる路線でした。皆さんもぜひ越美北線の旅楽しんでみてください。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。